早速なんですけれども、うん、じゃあ今日は武田くんが自分のそのスイムしてる時の水中映像を持っているということなので、それを見せてもらいながら、武田選手がこれまで、どうやって速くなっていったかっていう経緯を、自由に説明してもらいたいと思いますので、ではまずはい武田選手、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと画面を共有します。映ってますでしょうか？大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。はい、そうですね。すみません。ちょっと緊張してるんで口下手になっちゃうかもしれないんですけど。はい、冒頭でも、金子選手に、紹介してもらった通り、ちょっと自分も日本の中でも、珍しい、2ビートの選手っていうことで、なんで、日本の選手ではあんまり見られない、2ビートをしようかと、考えた経緯なんですけど、僕自身、その2016年の、リオオリンピックの選考会までは、レース中キックを打ち続ける、6ビートのスタイルでした、僕も。厳密には変則の4ビートだったりもしたんですけど、社会人になって、キックを、思い切って、2ビートに変えたことで、記録が大きく向上したっていう経緯があります。なんでその日本人が、あんまりやらない2ビートをやろうと思えた要因なんですけど、2つありまして、1つ目が、海外の、1500の選手では、2ビートが、主力っていう背景がありまして、やはりその中国の、孫楊選手であったりとか、リオオリンピックの金メダリストの、グレゴリオ・パルトニエリ選手が、2ビートだったり、変則4ビートをしていたっていう経緯もあって、やはり日本人は基本的にやっぱその6ビートで、1500をレース展開するっていう流れがあったんですけど、やはりその日本人にもその2ビートでも可能性があるなっていうのを感じていて、それが少しずっと思っていた要因ではありました。で、2つ目なんですけど、2つ目がその15分間、キックを打ち続けるっていうことが、やはり消費している体力に対して自分がどれだけの推進力を埋めているのかなっていうのをすごく、大学の頃まで疑問に思っていて、でやはりその自分の中でもキックをうまく活かしきれてないんじゃないかっていう、やはり6ビートをキック打ち続けても、推進力に本当に変えられているのかなっていう背景があって、今の2ビートのスタイルに変えたっていう経緯があります。はい。ちょっと一旦画面戻して大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい。ありがとうございます。それでは、その武田選手が2ビートにしたきっかけの中で、その消費している体力に対してどれぐらい推進力を生んでいるか自分自身わからないから2ビートにしたっていう話があったんですけれども、このやっぱ推進力とか抵抗力に関しては成田先生がすごい研究もされていていろいろと詳しいと思うので、今この武田くんの映像を見て、なんか何でもいいんですけれども、感想であったりいろいろ自由に喋ってみてください。お願いします。はい、了解です。まさき、成田先生っていうとすごいよそよそしいので、普通に呼んでください。じゃあ、検討で。いいよ。うん。で、ですね、武田君の話聞いてて、やはりその6ビートが推進力になっているかっていう観点で話されてて、でですね、推進力と一緒に考える必要があるのは抵抗力ではあるんですけど、その抵抗力っていうのは、その前に進むときにどのぐらい少ない力で前に進めるようになれるかっていうようなイメージになるんですけど、抵抗力って。で、なんで抵抗力がちっちゃかったら推進力も小さくできる。で、逆に言うと抵抗力が大きいと推進力も大きくしないとダメっていう、そういうなんか、表裏一体っていうか、
本当そういう感じの推進力と抵抗力の関係なんですけど、そのキックが推進力になってるかどうかっていうのは、今ちょうど研究でもなんかいろんな研究でどんどん今出てきてる状況なんですよね。で、キックの推進力を測るって結構難しくて、手の推進力を測る研究は、なんか僕の兄貴っていうか僕がよくお世話になってた角川先生が主にやられているんですけど、キックの推進力を測るのは難しいと。だから間接的にキックの推進力を測ろうっていう研究が今ちょうどされてます。で、間接的にってどうかっていうと、キック使った時とキック使わない時で手の推進力がどっちが大きいかっていう研究してます。推進力組んでるのが手と足の2つだとすると、その手の推進力がキックを使った時とキックを使ってない時で、手の推進力が同じだとしたら、キックは推進力もらってないし抵抗力もらってないだろうみたいな。で、一方で手の推進力がキックがない時の方がでかくて、キックを使ったら手の推進力が相対的にちっちゃくなるってなると、キックっていうのはその手の推進力が小さくなった分、キックが推進力を生んでいるっていうような、そんな感じになります。例えば手だけで2の時と、手は1、でもこれを2にしなきゃならない。そうしたらキックで1を生み出しているっていうのは、そんな感じの、研究を、その角川先生というのは本当つい最近出されました。で、武田君が2ビート、6ビートと、どっちも推進力なのか抵抗力に貢献してるのかっていうのは、これ僕のもう本当主観っていうか考えなんですけど、おそらく推進力っていうよりも体の姿勢整えて抵抗力ちっちゃくしたりとか、体のバランス整えて泳ぎやすくする。そういうことで言えば別に6ビートじゃなくて、2ビートでも十分役割を果たせるのかな。さっきの動画見てると、特にそう思いましたので、はい、綺麗に泳いでるなっていうのがすごい、感心したっていうか、綺麗だなと思ってずっと見てました。はい、ありがとうございます。じゃあどちらかというと武田くんのキックっていうのは、進むためというよりかは、体を浮かしたり、手と足のタイミングを取ったりするために使われてるんじゃないかっていうのが、健三さんの意見ということでよろしいでしょうか。そうだね。主に推進力を生んでいるのが手であることは、多分どの選手もおそらく変わりない事実じゃ事実だと思うので、そうなった時に手にも任せて、で足はまた別の役割をしっかり担ってるっていうそんな感じです。わかりました。じゃあもう一回戻って武田くんに今の話について質問したいんですけど、その武田くんのその泳いでる時の感覚として、その自分自身がどういう役割でキックを打ってると思ってるのかっていうのと、実際にその武田くんがプルとかキックってどれぐらい強いのかっていうのを多分世のみんなあんま知らないと思うので、その辺ちょっとお話ししてもらってもいいですか？そうですね。感覚的なものとしては、やっぱりそのさっき健三さんが言ってもらえたんですけど、やはりその自分の中でも、キックっていうのはその推進力じゃなくて、今の2ビートの話なんですけど、今の2ビートはやはり浮力に当ててるっていう部分が多くって、レース中はやはりその自分の体を浮かして、プルで引くっていうのを、念頭に1500は泳いでるっていうのが今の現状です。そうですね、感覚としては、やはり、そうですね、やっぱり2ビートに関しても、キックって、やはり、レース中ってみんな思いっきりキック打つと思うんですけど、僕ってそんなにやっぱり、力まずに打つっていうことをすごく念頭にしていて、その分、体のボディポジションを上げて、フルで引っ張るっていうイメージを持ってます。でそうですね、キックとプル、それぞれの強さっていうと、多分おそらく標準からしたらそんなに弱くはないです、僕は。多分、金子選手も一緒に練習してるんで、多分分かってると思うんですけど、多分僕、キックもプルもそんなに遅くはないんで。そうだね。ちょっとやっぱ名前あれだね、武田選手とか金子選手だとよそよそしさあるから、いつも通りにしようか。まさきさんで。そう、よそよそしいと、確かによそよそしい感じになりますね。いや、翔吾は確かに、キックめちゃくちゃ速いっす。ボードキックとかでもね、今、
30秒ぐらいでしょ、50メートルハードする。そうですね。うんまあ、板キックのボードキックでも、まあ、1そうだよね本飛ばせば30秒ぐらいは出るっていう感じなんで。そうだよね。で、プルもすごい速くて、まあ、プルパドルで、まあ、持久練とかでね、100メートル1分切るのとかも全然余裕だし、まあ、1分割り続けるのはもう全然うんだ大丈夫しか、まあ、本なっていう気出したら感じですね。下からでも53秒ぐらい出るよね。星さんはどうかな ?54 号はまあ、出るぐらいか。感じですかね。ああ。まあじゃあ結構そういう意味ではかなりうん両方とも強くて。だけど、キックに関してはエネルギー消費が激しいから、まあそのスイムの時は、あえてその打つ回数を減らして、まあ省エネしてるみたいな感覚ですかね。で、その役割としても浮かすためっていう。はいはい。なんか、2ビートやる選手ってやっぱり、その、キックが弱いから、そのやっぱり6ビートが打てないから2ビートをするみたいなイメージを持ってる人ってやっぱすごく多いと思うんですよ。僕の中では別にその、キックが弱いから、2ビートをするっていうわけじゃなくて、まあ、キックも打てるけど、でもやっぱりそのレース中、1500、800を泳ぐにあたって、そのレース展開的に、その2ビートに意図的に変えたっていう感じですかね。なるほど。じゃあ、打てないんじゃなくて、打たないんだってこと打たないっていうスタイルをとってます。はい、ありがとうございます。はい。